皆さんこんにちは、タサン島です。今日はスーパーで売っている焼き芋を使ってポタージュを作りたいと思います。スーパーで買える食材でもあって、かつ火が入って柔らかく火が入っていて、で甘さも出ている食材なのでさっと作れる一品です。はい、では早速作っていきたいと思います。で焼き芋だけだとどうしても甘くなってしまうので、玉ねぎを、ネギでもいいんですけど、しっかり炒めて、塩味とあと、旨味みたいなものを、しっかり出してあげてからバランスをとっていこうと思います。で、玉ねぎは1個で、今ちょっとうちに中くらいのしかないので、小さめ中くらいくらいの玉ねぎ1個と、大きくてもちっちゃくてもいいです。はい。そして、で焼き芋なんですけど、このくらいの大きさです。でグラムを一応測っておきたいと思います。はい、じゃあ420グラムあります。ただこれ何グラムないといけないっていうものでもないですし、どのくらいの玉ねぎとそのじゃがいもさつまいもの味のバランスはどっちが勝っても美味しくできるので、あとは好みの問題でもっとさつまいもを立たせたいのか玉ねぎの旨味を立たせたいのかっていうのは食べてみて自分で調整して決めてください。はい、じゃあとりあえず今日はこの量で作ってみます。玉ねぎの皮を剥いて、スライスします。今日は繊維に沿ってでもいいんですけど、味がより出やすくするために繊維に逆らって薄切りにしていきます。なので芯はもう取っておきます。はい、じゃあこれを、炒めていくんですけど、油は、サラダ油でもいいしオリーブオイルでもいいしバターを使ってもいいと思います。でバターを使うと、甘みが、プラスされてコクもプラスされるのと、オリーブオイルだと、オリーブオイルの香りが少しつくのでちょっとすっきりしたような感じの雰囲気になったりもするし、あとは今日は牛乳と最後にちょっと生クリームを入れて仕上げたいと思うんですけど、例えば牛乳しかなくて牛乳だけで仕上げる場合、ちょっとコクを出すのにバターで炒めようかなとか、好き嫌いもあると思うので、違いを、自分の中でこれを使うとこうなるみたいなものを、イメージしつつ、じゃあどうしようかなとか、これがあるからこれを使おうかなみたいな感じで、要は玉ねぎが炒まればいいので、油だったら何でもいいっていう感じなので、そういう違いがあることを、考えながら選んでみてください。今日は生クリームを最後に使いたいので、普通にサラダ油で炒めていきたいと思います。はい。で大さじ1杯ぐらいのサラダ油と、じゃあ玉ねぎスライスしたものを入れて、塩を一つまみして、火にかけます。最初は強火で大丈夫です。はい、では音がしてきたので弱火にして油と塩を行き渡らせて、この音がしているくらいの弱火でちょっと時間をかけてじっくり炒めていきます。この炒めてる間は、つきっきりになってこうやって混ぜてる必要はないので、気が向いたら、混ぜるっていう感じでしてください。で違うことしててもいいんですけど、音だけは聞くようにして、水分が飛んでくるとパチパチ言ってきたりして焦げ始めてくるので、このシューっていう感じの音がしてるかどうかだけ聞きながら別の作業をしつつ、あとはたまにこうやって混ぜて、で混ぜた時に中の状態を見て、玉ねぎがだんだん火が入ってくると透き通ってくるし、水分も抜けて
ちょっと汗をかいたような感じで、水分が出てきたりとかするので、そういう玉ねぎの様子を見ながら、あとは音を聞きながら、ここにずっとへばりついてる必要がないので、何かしながら、作ってください。はい、普通にスープだけっていうこと作るってことはあまりないと思うので、何か違うものと一緒に食べると思うので、そういうことをしたり、はい、しながら他のことをしながら作ってください。今日はこれ1品だけなので、はい、何もすることがないんですけど、音だけ聞いてってください。はい。で、今こう5分ぐらい、炒めたと思うんですけど、こんな感じで水分が表面に出てきて、少し色もちょっと透き通った感じになってきて、かつこの鍋底にこれ油を大さじ1杯ぐらい入ってるんですけど、水分が、これは玉ねぎによってどのくらい水分が出てくるかわからないんですけど、結構こう水分が出てきたのが少しずつ少なくなってきました。音はまだパチパチ言ってないので、まだ焦げこのまま置いといても焦げないんですけど、パチ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 言ってきたら、水分が全部蒸発して焦げが始まってくるので、そこまで、音を聞きながらそういう風に早くパチパチし始めちゃうと、やっぱり中の水分が抜けきらないうちに、焦げ始める。そうするとやっぱり辛みだったりとか、ちょっと生臭いっていうのかな、青臭い感じ、野菜のちょっと青臭さだったりとか、そういうのが残った状態のまま、焦げが始まってくるっていう感じになるので、しっかり玉ねぎの水分を抜き切るっていうことが大切なので、最初にした塩もそうなんですけど、弱火、反応があるぐらいの弱火でじっくり時間をかけてここは火を通していきます。はい、でその水分が、できて、それが蒸発して水分がもう鍋底にないような感じになったら、ようやくお水を入れて、少しコンソメで煮ます。イメージだけでこう分かりづらければ、この玉ねぎを食べてみるといいと思います。で、少し甘さが出ているかどうか、辛みが抜けているかどうかっていうのを確認してから、じゃあお水を入れるっていう作業をするといいです。はい、じゃあお水をそうですね、適当に入れるんじゃなくて測っておきましょう。あんまり、こういうの使いたくないんですけど、400cc 入れて沸かします。今強火で沸かしたんですけど、沸いてきたので、弱火に落として、もし気になるぐらいアクが出ていたら取ってください。でも今そんなに、出てないので、このぐらいだったらこのまま、お肉とか入れない限り野菜からのアクしか出ないんですけど、野菜が古かったりすると割とアク出てくるかもしれないです。でここにコンソメを1個入れます。じゃあ、これで玉ねぎとコンソメを柔らかく煮て、うまみの塊を作って、そこにさつまいもを入れて牛乳で伸ばしていきます。でポタージュは、よく失敗しやすいのは、結構味が決まらないとか、もともとポタージュというのは濃厚なスープなので、味がこうぼやけてしまいやすいです。なので最初に食材、何のポタージュにするかですけど、かぼちゃだったらかぼちゃ、さつまいもだったらさつまいも、じゃがいもだったらじゃがいも、野菜を火を入れる時にしっかりと塩分と、あとこう凝縮したスープの、コンソメとか使うこと多いと思うんですけど、凝縮した状態を作っておいて、それを牛乳で伸ばすみたいなイメージで作ると、割とこう伸ばしても旨味がちゃんと感じられるポタージュになるので、ここは玉ねぎをじっくり炒めて、甘さと旨味が凝縮したところにコンソメを入れて、コンソメの割と濃い、水分はあまり必要ないので、後から牛乳入れるので濃いうまみの、
コンソメ味のスープ、玉ねぎとコンソメのスープみたいなものを作っておいて、そこに焼き芋を入れて、で、伸ばしながらミキサーにかけるという作業でいきたいと思います。はい。で、ミキサーを持っていない方はどうしたらいいかというと、ざるでこすっていうのもできますけど、ざるでこすと玉ねぎがしっかり煮てないとざるにこう入っていかないので、もしかしたらざるでこした時に玉ねぎが残ってしまうかもしれないんですけど、そこはちょっと頑張ってこの時点で玉ねぎをものすごく柔らかく煮るか、もしくは残ってしまってもいいっていう感じで、もうしっかりざるでこしてしっかりこして、仕上げるっていう方法があるので、ざるでこすか、もしくはもうポタージュにしないで大きいさつまいもがゴロゴロ入っている玉ねぎのスープみたいにするかっていう方法がありますけど、ピューレにした時の口当たりとしない口当たりってだいぶ違うので、私がもしミキサーがないお家で料理を作るとしたら、ざるで一回こすかなと思います。はい。はい、じゃあ玉ねぎも5分ぐらい煮たら、ここでさつまいもを加えるんですけど、その前にスープの味を見て、味がしっかり濃い味がついてるかで、コンソメ1個なんですけど、コンソメによっては減塩のものとかあると思うので、塩味をここでバチッと決めておいてください。でもうちょっと濃い旨味みたいなのを感じるぐらいまで味をここで決めて、そして牛乳で伸ばしていこうと思います。で今回は焼き芋を使うので、焼き芋は最初から入れないです。で焼き芋ここに入れてしまうと水分を吸ってしまって、玉ねぎに火が入っていかなかったり味が入っていかなかったりするので、生のさつまいもで、じゃあさつまいものポタージュを作りたいっていう人は玉ねぎを炒めた後に、ざく切りにしたさつまいもを入れて一緒に煮ていきます。ただ今日は焼き芋を使うので、玉ねぎが煮上がったらさつまいもを入れるっていう形にしたいと思います。ちょっと味を見ておこうと思います。でちょっとこのコンソメが塩味が薄めのタイプなので、少し塩をしておきます。割とガツッという旨味をここで出しておきます。あとは玉ねぎの嫌な味がしないかどうかっていうところも見ておいてください。でそしたらここにさつまいも冷めてしまったんですけど、さつまいもじゃないや、焼き芋冷めてしまったんですけど、皮をむいて美味しそうだな。今も食べたいな。ちょっとほぐしながら入れます。はい、じゃあこれあとは、今日はミキサーブレンダーを使って回していくんですけど、この分量だと多分すごいボッテボテになっちゃうと思うので、ちょっと牛乳を入れて、そうですね 200cc ぐらい牛乳を入れて、で回して、であとは私は今日は生クリームも入れようと思うんですけど、牛乳だけでも全然美味しいので、牛乳で伸ばすか生クリームを入れるかどうかはご自身で判断していただいて、生クリームを入れるとどうなるかっていうと、クリーミーになってこうミルキーな柔らかい感じの味と、あとコクが出るので少し重たく感じると思います。でも冬なのでちょっと今日は使ってみようかなと思うんですけど、そういう違いがあるのであるかどうかにもよると思うので、それで決めてください。で、牛乳の量なんですけど、量も本当に好みで、割とフランス人が食べるポタージュっていうのはぼってりした感じ、もう食べるスープみたいな感じで、ぼってりした感じが多いなと感じるんですけど、割とその季節とか気分とか、あと何と一緒に食べるかみたいなことで牛乳の量は調整してください。今日は念のため測りながらやってみようと思います。はい、じゃあ牛乳まず200ぐらい入れますね。はい、196。
そして回します。で最初からぐるぐる回すんじゃなくて、最初はもう狙い撃ちするみたいな感じで大きい塊をめがけてこうグッと押してグッと押してっていうのを繰り返します。はい、だいたいこうちょっと大きい塊がなくなってきたらガーッと回していきます。で牛乳 200cc でこのくらいの濃度なので結構ポテポテしてるので、あと味見をしてもらってどのくらいの硬さに伸ばしたいかっていうことで、決めてください。で今日はちょっと牛乳少ないのでこれ全部入れて、で300ぐらい270プラス生クリームを270だから50ぐらい、はい、約50入りました。で牛乳がトータルで270と生クリームが 50cc 今日は使ってやってみます。はい、じゃあ濃度は私はこのくらいでいいかなと思うので、こういう感じ。味を見て一度これ沸かします。牛乳とか生クリーム冷たいので結構温度が下がってきてるので一度沸かします。はい、そして味を見ておきます。でポタージュは結構飲む量によっても塩味って結構調整した方がよくて、ちょっとしか飲まないんであれば割と濃いめにしててもいいと思うんですけど、結構たっぷり食べたいとか飲みたいっていう人はちょっと薄めにしておいた方がいいと思うので、その辺は、どういう風に食べるかとかどのぐらいの量を食べるか、あと何と一緒に食べるかの感じで決めるといいと思います。はい、一度沸かして、私は塩分はこれでいいかなと思うのでしっかり沸騰させます。でその際にポタージュは濃度が濃いものなので鍋の縁についたものとかちょっとできるだけ落としながら沸かすと、焦げずに、あと状態も変わりにくいので、どうしても鍋底とか鍋の縁についてるものはどんどん煮詰まっていって味とか状態が変わってくるので、鍋底をしっかり取りながら温めていきます。で底もやっぱり焦げやすいのでしっかり底をまんべんなく混ぜながら、でスープは結構熱々が美味しいと思うので、ここはちょっと混ぜながらしっかり沸騰まで持っていきます。じゃあしっかり沸いたので盛り付けていきたいと思います。で、もし口当たりがミキサーにかけただけだと割とザラザラした状態なので、私は結構好きなんですけど、もっと滑らかにしたい人は一回この、ミキサーで回した後にざるでこすとより口当たりが、滑らかな口当たりのいいスープになります。はい、その辺も好みで決めてください。はい、では盛り付けていきたいと思います。
今日は、焼き芋でポタージュを作りました。今日は、最後に生クリームと黒胡椒と小ネギを浮身として使ったんですけど、例えばさつまいもチップスとかそのクルトンとかそういう歯ごたえのあるもの、フライドオニオンとかそういうものを、あれば使ってもいいですし、なくてもいいと思いますはい、好みでやってみてください。スーパーで焼き芋を見つけたらぜひ作ってみてください。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。